ン工房です。今回はいよいよカスタム大輔くんシリーズの最終回、ステップ11、頭の取り付けです。では早速やっていきます。今回用意するものですね、こちらです。いつものように縫い糸と縫い針、あとこの超強力両面接着テープ、こちら私透明タイプ使ってます。こちらと、あとおなじみのアルミテープです。以上を使って進めていきます。最初に、こちらね、前回ちょっといろいろばらした大輔くんの頭です。で、こちらの底の部分がこの開いてしまっているので、ここが開いているとこの胴体の綿がここの穴を伝って頭の中に入ってしまうことがあるんですね。で、ここの穴がすごく塞がっているものもあれば、このタイプはボール紙みたいな箱に当ててあるだけでした。いろいろな形で、昔大輔くんが作ってくれた人が工夫して蓋をしてくれてるんですけど、劣化して取れてたり、もうあまり良くない場合の方が多いので、ここにアルミテープを貼ってしまいます。で、こちら用意したアルミテープですね。大体の大きさに切って、こちらに合わせて蓋をしていく形です。1枚でちょっと蓋ができない場合は2枚とかうまく使って蓋してみてください。ちょっと長さが足りなかったので。こういった感じですね。蓋をしていきます。次はカスタムならではなのですが、こちらの目の位置を合わせていきます。このように後ろを切ってあるので、外した目を、これ右左のマークのシールですね。同じようにまたはめ込んでいきます。はめ込んで、そうですね、このように位置を少しずつ合わせていきます。眠たそうな目が好きな方はこういった形にちょっとまぶたがトローンとしてる感じで斜めにしてあげるのもとっても可愛いです。目が開きづらい、開くのわかるかな。ちょっとこのカメラの角度だと分かりづらいんですけど、こういう形でちょっと斜めに眠たそうな目になります。はい、こんな感じです。で、目の位置合わせが終わったら、ここのところ、ここの切ってスリープアイを出した箇所をアルミテープでしっかりと固定していきます。で、固定する前に必ずこのスリープアイがちゃんと左右が同じように動くか、何回もこうやって起こしたり寝かしたりして確認してあげてください。貼ってしまうとね、また剥がしてその動きが悪い箇所を直さなくちゃいけないので大変なので、このスリープアイの開き具合はしっかり確認してあげてください。スリープアイもきちんと動くので、このままテープで固定していきます。このところですね。
アルミテープをこのように細長く切っていきます。でちょっと太めの短く切ったものも用意します。なるべくギュッと押さえて目をしっかり固定した状態でここを貼っていきます。このようにしっかり貼れたら、今度長いテープで、ちょっと分かりづらいんですけど、ここの長く切った方をぐるっと囲むように上から貼っていきます。ね、こんな感じですり具合、少し眠たげな感じで目のセットが終わりました。目のセットが終わったので、次はこちらの頭の蓋をしていきます。またアルミテープを用意していきます。で、頭なんですが、開けた時につけたこのガイドラインに合わせて頭の蓋をしていきます。そうですね。で、最初いきなり長い面を止めずに小さく切ったもので、こういった形ですね。ちょっとずつ止めていきます。そうしましたら、今度はアルミテープを長めに切っていきます。で、止めた2箇所の間をこちらでさらにしっかり留めていきます。こうですね。これで頭の蓋がしっかり閉まりました。ぐるっとアルミテープで巻いてあります。次はこちらのほぼほぼ仕上がった頭とボディを一緒につけていきます。
まずボディのこの首周りですね、首周りをぐし縫いしていきます。ぐるっと一周縫っていきます。こうですね。そんなに細かく縫わなくても大丈夫です。何周かぐるっと回ってまた縫いますので、そんなに神経質にならず細かく縫わなくても大丈夫です。はい、これで一周縫い終わりました。そしたら大輔くんの頭をここの中にセットします。はい、こうですね、しっかりここにはまったかどうか確認して、縫った糸を引っ張りながらもう一度ぐし縫いして、首がしっかり固定するように周りを縫っていきます。はい、首の周りね、しっかりぐし縫いして止まりました。ちょっとやそっとじゃこう外れなくなってます。このぐらいしっかり縫い付けてあげてください。で、次にこちらの頭の部分、フードの部分をかぶせていきます。で、最初にここの後頭部のところにこの両面接着テープを貼っていきます。ここですね。こうですね。このように丸みに沿ってベタっと貼らずにちょっとずつ貼ってあげてください。長くベタって貼ってしまうとテープがよじれたりうまくつかなかったりするので、こういう形ですね。1、2、3、4、5箇所貼りました。ここも貼っておきます。貼ったらまたしっかり押さえて接着してください。剥がしていきます。はい、全部剥がれました。そしたらこの毛皮を持ってぐるっとかぶせていきます。はい、こうですね。で、テープを貼ったところに軽くこうギュッギュッと押さえてあげてください。次は前です。前はこのように少し引っ張ってで、ここはテープではなくボンドで仕上げていきます。こういった耳の際とかですね、こういったところもボンドをつけて仕上げていきます。ここですね。で、少しこういう風に剥がした状態で
際のところボンドをつけていきます。こうですね。でこちらも際のところをつけていきます。で注意していただきたいのは、こちらのボンドをなるべくファーにつけない、ファーっていうかこの内側別についてしまってもいいんですけど、この表側になるべくつけないようにしてあげてください。ボンドがつくとファーが結構毛束ができて硬くなってしまうんですよね。とこの毛並みが生かされなくなっちゃうので、なるべく表にはつけないように進めていきます。でこちらです。お顔のところこのようにバーッとちょっと多めにつけて、ファーがつかないようにうまくそっとかぶせてあげます。こうですね。でここの余った布とかはその都度様子を見ながら合わせて刈り込んでいきます。少しだけ余っているので切ってこのお顔のおでこのラインに合うようにつけていきます。ここも少し余ってますね。このところも隙間にボンドを入れてしっかりつけていきます。でこの耳のところわかるかな、少し布が余っちゃってます。ここもボンドをつけながらお耳に合わせて刈り込んでいってあげてください。こうですね。またここにしっかりボンドでつけていきます。ここも同じようにこちらの耳のところも本来の耳の形に合わせて余分な生地を切ってボンドでつけていきます。はい、こんな形ですね。それであともう一点注意してほしいのですが、この頭をしっかりつけたいがあまりボンドをべったり塗ってこのファーをギュウギュウ押さえると、このファーの生地の間からボンドが染み出してきて、ここがカチカチに内側から染み出してきて布がカチカチになってしまうことがあるので、すごくちょっと難しいんですけど、布に染み出さない程度につけてあげて、で上からこう優しく押さえてあげてください。こんな感じですね。こちらで大輔くんのカスタムは終了となります。これからもさらに細かいカスタムやモンチッチシリーズなどを紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。また今までの工程でわからないところがあれば気軽にコメントください。それではエムリン工房でした。バイバイ。